今日は前回のアクシス Z に引き続きヤマハの JOG125 に試乗しています。せっかく前回のアクシス Z から引き続き試乗しているので、アクシス Z とこの JOG125 の違いについてフォーカスしながらレビューをしていきたいと思います。こういったモデルですから、まず市街地を走り、そして信号の少ない回送路、さらには 125cc クラスのバイクにはちょっと厳しいと思われる険しい峠道などを走り、このモデルの基本的な乗り味、使い勝手、装備品、その他についてコメントしていきたいと思っています。また動画の最後にはこのモデルの良かったところ、そしてちょっと気になったところなどのまとめをコメントします。今回の動画も1本で完結すると思うので、ぜひご覧ください。それでは今回試乗したヤマハ JOG125 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 1740mm、全幅は 675mm、全高は 1090mm、シート高は 735mm、ホイールベースは 1205mm、最低地上高は 110mm、車両重量は 95kg、タイヤは前後ともにチューブレスタイプで、サイズは9090の10インチとなっています。フレーム形式はアンダーボーンで、キャスター角は27度、トレール量は 81mm です。パワーユニットはヤマハが誇るブルーコアエンジンで、形式は空冷4ストローク SOHC2 バルブ単気筒。ボアストロークは 52.4mm×57.9mm で、総排気量は 124cc。圧縮比は 10.2 で、最高出力は 8.3 馬力7000回転、最大トルクは 9.8 ニュートンメーター5000回転となっています。スマートモータージェネレーターを採用し、始動時の静粛性、部品点数の削減、軽量化を実現しています。変速方式は V ベルト式の CVT。燃料タンクの容量は約4リットル、ステップフロアの下に格納されています。フロントサスペンションはオーソドックスな整列タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアはユニットスイング式を採用しています。フロントフォークには耐久性を高めるためと思われるラバーブーツを装着。リアのショックアブソーバーは片側1本のみで、リアサスペンションは片持ち式となっています。現代的なスクーターとしては珍しく、前後ブレーキは機械式リーディングトレーリングドラムブレーキを採用しています。ABS を装着しない代わりに、リアブレーキレバーを操作するとフロントにも制動力が配分される前後連動ユニファイドブレーキシステムを採用しています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。メーターパネルはオーソドックスなアナログ式ながら美しい等加工式を採用。左右のグリップ、レバー、スイッチボックスもシンプルなものを採用しています。アンダーボーンフレームを採用したことにより、フラットなステップフロアを実現。運転席周りには高い位置に据えられた給油口、蓋なしの小物入れ、格納式のコンビニフックを備えています。シート形状はご覧の通り。前回ご紹介したアクシス Z と比べると座り心地はやや硬質で、その下にあるラゲッジスペースの容量は 21.3 リットルとなっています。収納できるヘルメットは限られるため、シートのヒンジ付近にはヘルメットホルダーを2個装備しています。透過器類はすべてバルブタイプを採用。テール、ブレーキランプはヤマハの YZF シリーズを彷彿とさせるスポーティーなデザインが与えられています。はい、前回のアクシス Z もこの信号で止まりましたが、アクシス Z と同じエンジンであるはずなのに、こうして信号待ちで止まっているだけでもフィーリングの違いが伝わってきます。エンジンの一発一発の燃焼というか、クランクがくるんくるんと回っている様子というのがライダーにも伝わってきます。前回のアクシス Z では
注意していないとエンジンがかかっているのかどうなのかわからないというぐらいスムーズで振動の少ないエンジンだったので、同じエンジンであるはずなのにこれはちょっと意外だなと思います。今ちょうど20キロ弱といった感じでゆっくりとバイクを進めていますが、タイヤサイズとしてはアクシス Z よりもワンサイズ細くなっているので、おそらくタイヤ外形も違うと思います。その関係もあり少しふらつくのではないかと思いましたが、低速走行時の安定性はなかなかのものだなと思います。またグリップの幅、高さに関しては、コンパクトなスクーターとしてはこれまた標準的と言えるのではないかと思います。私は身長179センチなんですが、こうして実際にごくごく自然にシートに着座して走っていると、ハンドルと自分の膝が近いなという感じ。ハンドルと私の膝の最も空間の空いているところでどれぐらいでしょうか、4センチから5センチぐらいしかクリアランスがないといった感じです。ゆったりしているという感じはしないですね。シートに関してもアクシス Z と比べるとこのジョグ125は明らかに硬質な感触となっています。私の印象としてはウレタンの厚みが違うのではないかなという気がしています。またそれが影響しているのかどうか分かりませんが、やはりアクシス Z よりもこのジョグ125の方がわずかに路面に近い、ライダーの目線もわずかに低いといった感じがします。またアクシス Z はグリップの良い滑りにくい表皮を採用していましたが、少し座っている感じとしては滑りやすいかなという気がします。はい、今一時停止なので両足をつきましたが、この辺りはさすがに優秀ですね。アクシス Z よりもよりさらに足つき性はいいなという感じがします。また段差がアクシス Z と比べるとこのシートの方が明確についているので、やってやれないことはないですけども、このライダーズシートとタンデムシートの間にお尻がかかるような着座方法というのはちょっと不自然かもしれない。今あえてやっていますが、ライダーが足を前に投げ出そうとするともう私のお尻は完全にタンデムシートの上という感じ。私の身長だと足元は結構窮屈だなというのが本音です。またステップフロアに関しては前方だけではなく、足を少し後ろに引いた時のその後方の面積がほぼないというか、事実上ライダーの足の置きどころは1箇所に決まってしまうぐらいのタイトさといった感じです。リアサスペンションに関してはこのモデルもアクシス Z と全く同じで、ショックアブソーバーは片側1本のみということで、それをもって柔らかい硬いということは単純には言えないのですが、そうですね、ここまで走ってきた印象としてはやはりややこのモデルの方が足回りは硬いかなという気がします。このモデルの前後タイヤは9090の10インチということで、アクシス Z の1009010インチと比べるとワンサイズ細くなっている。またアクシス Z のタイヤというのは映像中お見せしていますが、ややファットなタイヤを採用していて、おそらくタイヤの中に充填されている空気の量、いわゆるエアボリュームもかなりこのモデルとは異なっているのではないかと思います。そのタイヤの違いによってこのモデルはアクシス Z と比べると乗り心地の面では1段劣るというか、1段か2段かな、劣るというような気がします。ここはちょっとした坂道になっているんですが、こうしてスロットルを開けていくと速度の乗り、そして伸び感はやはりこのジョグ125の方がアクシス Z よりは一段上手かなという気もしています。あとこのようにスロットルを開けると、前回の動画を見ていただいた方、そして興味がある方は前回のアクシス Z の動画を見比べていただきたいのですが、明らかにこの排気音はこのジョグ125の方が少し大きめの音を発しているような気がします。タコメーターはついていないのであくまでもこの音から受ける印象ですが、アクシス Z と比べるとこのモデルはスロットルを大きく開けると分かりますよね。音からもこれ若干エンジンの回転数が先に上がって速度は後からついてくるというような、そういった傾向が強いように感じられます。それでは信号の少ない回送路を走ってみたいと思います。
速度が上がると10インチの小径ホイールを持つモデルらしいキャラクターが出てくるのかなと思ったんですが、全くそんなことはありません。こうして速度が若干上がってもビシッとまっすぐ走ってくれるという印象です。アクシス Z の時もここで止まった気がしますが、このモデルもスマートモータージェネレーター、つまり発電機を始動用モーターとして利用するという方式になっているので、とても静かに始動します。ちょっと音を聞いていただきたいと思います。はい。排気音はアクシス Z と比べると若干このモデルの方が大きいと先ほどから感じているのですが、始動時の静かさに関しては全く同じですね。今停車状態から発進したのですが、やはりこのモデルの方がアクシス Z と比べるとわずかに速度の伸び感が良いように思います。路面のギャップが増えてきています。悪くはないんですが、前回試乗したアクシス Z が乗り心地がしなやかで良すぎただけに、それと比べるということですけれども、やはり乗り味はちょっと硬質になっているかなという感じ。アクシス Z で走っているときはこのエリアの路面のうねるようなギャップを舐めるようにトレースしていたという印象だったのですが、やはりこちらのジョグ125はギャップを拾った時のライダーへの伝わり方もややストレートになっているという感じです。乗り心地の面ではやはりタイヤの大きさの違いが如実に出ているといった感じです。ただかなり固めのショックアブソーバーを採用している近年の多くのモデルと比べると、このモデルの乗り心地はそれほど悪くないと私は思っています。またこのような信号の少ない回送路を走っている時のエンジンの印象としては、繰り返しとなりますが興味深いです。アクシス Z とエンジンの肌触り、フィーリングは全く違うように私は感じられます。何と表現していいのか、アクシス Z のエンジンの圧縮比をちょっと上げたような、そんなフィーリングに感じられて本当に面白いなと思います。実際には圧縮比も何もかもアクシス Z のエンジンと変わるところはないはずなのですが、若干減速比が違いましたかね。それぐらいの差であるわけなんですけれども、このエンジンの回っている様子はまるで違う。エンジンが回っていることによって生じるそのちょっとざらついた感触というのが明確に伝わってきて、この辺りはアクシス Z と全く違うエンジンの肌触り、感触だと思います。またこのようなちょっと曲がり込んだコーナーが連続するようなところを走ってみると、こちらのジョグ125の方がハンドリングや車体の挙動が軽快でシャープ、こういうところのフィーリングはもうニュアンスレベルで違うという感じではなく、もう明確に違うと言ってもいいと思います。またこの乗っている時のシャープなフィーリング、アクシス Z と比べると路面のギャップを拾った時の感触がやや硬質に感じられるというのは、タイヤやシートの違いだけではなくホイールベースの違いもかなり大きく影響しているのではないかと思います。こういった軽量コンパクトな車体でホイールベースが7センチ違えば、それは相当大きな影響力があると私は思っていますが、当然こちらのモデルの方がホイールベースが短いわけですけれども、そういったものが車体の挙動やハンドリング、そしてショックを拾った時のやや硬質な感触に影響していると思います。そしてアクシス Z の時よりは交通が空いていますが、例の両国屋さんのコーナーどうでしょうか。ここは急激に左に回り込んで、そして上っているというちょっと難しいコーナーなんですけれども、そうですね、今フルスロットルまで開け直してみましたが、アクシス Z とあまり変わらないような気もするんですけれども、いずれにしてもトルクは十分であったと思います。ああいったところでも速度が一度落ちてしまうとなかなか復帰しないというようなことはこのモデルではありません。そして今車体の下側を積極的に動かしてみているのですが、やはりアクシス Z と比べると相当シャープです。
アクシス Z はこの辺りを走っているときに、この車体の下の方は結構クイックに動くんだけど安定はしているというコメントをしましたが、こちらのジョグ125の場合はもちろん安定はしていますけれども、その軽快でシャープな車体の動きという方が支配的であるように感じられます。あとアクシス Z はシートが大型であり、そしてライダーの着座位置の前後の自由度も大きかったのですが、このモデルはシートのライダーの着座位置というのは事実上ほぼ一点に決まってしまっているという感じです。ですのでアクシス Z は着座位置を前後することによってハンドリングなどを若干調整することができましたが、このモデルではおそらくそれは難しいと思います。シートの着座面はごくごくわずかに前下がりになっているようで、ギャップを拾った時には注意していないと少しずつ着座面が前にずれてきてしまうというところもあるかもしれません。またそれを抑えようと足を少し踏ん張り気味にしたいわけですが、市街地を走行している時にコメントした通り、この足の置きどころも、私の足のサイズ、靴のサイズは 26.5 ですが、ほぼこの足の置きどころも一点に決まってしまっている。そしてこの状態だと膝は完全に90度に曲がっているので、こう前に向けて蹴り出すような力を入れられないことはないですけれども、その状態でちょっと長時間は膝の負担が大きいかなという気もして、こういうところもアクシス Z と全く違うキャラクターのスクーターであると言えると思います。前回乗ったアクシス Z よりはスロットルを全開にするシーンが増えてきています。やはりこのモデルの車体やハンドリングがより軽快でシャープなので、ライダーとしても自然と右手がそのように動いてしまうんでしょうね。若干お尻が痛くなってきたかなという気がしないでもないです。アクシス Z はこの段階でシートについてコメントしようと思わなかったのですが、このモデルの場合は先ほど言った通りの状況になりつつあります。このように直線路を走っている時の直進安定性も悪くはありません。10インチという現代的なモデルとしてはやや小径のホイールを採用しているので、例えば風の影響などを受けて少し進路を乱すようなところがあるのかなと思っていたんですが、実際にこのように走ってみるとそのような傾向は少ないと私は思います。ただ車体がコンパクトでその挙動自体もシャープであるので、ハンドルバーに変な入力をしてしまうと、もしかしたらそういった傾向が顔を覗かせるかもしれません。アクシス Z と比べるとこのモデルの燃料タンクはやや小さいんですよね。確かアクシス Z は5リットル以上あったと思いますが、このモデルは4リットル台ということで、わずかな差といえばわずかな差ですが、これだけ軽量な車体ですから、そういった燃料タンク、そして燃料タンクの中に入っている燃料の量というのももしかしたら影響力が大きいのかもしれません。ちなみにこのモデルも燃料タンクはこのステップフロアの下に格納されています。ですので安定性もいいですし、前輪の荷重は通常の燃料タンクの位置と比べると稼げる構成となっています。険しい峠道を走ってみたいと思います。もうここからは徐々に登っているのですが、スロットルを開けるとやはりこのモデルの方がアクシス Z と比べると速度の乗りがいいのは間違いないような気がします。エンジンの最高出力、最大トルクはアクシス Z と全く変わるところはないので、その5キロの車体の重量の差、そして減速比が若干違ったと思うので、そのあたりが大きく影響しているのかもしれませんが、このような峠道を走るとやはりこのモデルの方が若干ではありますけれども速度の乗りがよく速いような気がします。でこの先はいわゆるつづら折れとなっているわけですけれども、いくつかコーナーをこのように通過すると、やはり車体の挙動としては相当このモデルの方がシャープです。このようにヘアピンみたいなコーナーを通過している時も
やはり車体の倒し込みはアクシス Z と比べると1段か2段軽快でシャープです。何も意識しなければコーナリングのラインもこのモデルの方が内側をくるっと回るような傾向がかなり強いという感じがします。今の回り込んだコーナーではこのモデルのリア周りの方がアクシス Z よりもやはり少し踏ん張り感が強いです。そしてこのようなつづら折れを走っているときは余計そのように感じるのですが、このモデルは足元が先ほどからコメントしている通りやや狭く、足を前に蹴り出すような形で、そしてシートの摩擦力や段差を生かして車体をホールドするというのが少しやりにくいと私は思います。そして峠道を登りきって今度下り、このモデルは現代的なスクーターとしては珍しく前後ともにドラムブレーキを採用しています。まずはフロントから。ドラムブレーキなのでワイヤー作動、したがってレバーのタッチはやや遊びが取れてからは固めに感じられますが、ブレーキのフィーリング自体は悪くないと私は思います。遊びが取れてブレーキを効かせているとき、そしてブレーキレバーをリリースしていくときのフィーリングというのはさすがにディスクブレーキには劣りますが、実用上は私はこれでも全く問題ないと思います。そして今度左側のブレーキレバー、このモデルは先ほど前後ドラムブレーキとご紹介しましたが、この左側のレバーを操作するとリアだけではなくフロントにもバランスよく制動力が配分される仕組み、いわゆる前後連動ブレーキ、ヤマハでいうところのユニファイドブレーキシステムを採用しています。ブレーキはとてもよく効きます。ただ先ほども言った通り前後ともにワイヤー作動のドラムブレーキを2つ作動させているので、ブレーキレバーのタッチはやや重く、そしてブレーキが効いているとき、そしてブレーキレバーをリリースしていくときのフィーリングというのはワイヤー作動のドラムブレーキだなという感じです。やはりこの左側のブレーキレバーはちょっとフィーリングが重たいかなという感じです。ディスクブレーキの場合は油圧作動であることが多いので、フルードの交換やそしてもちろんパッドの交換など実際にメンテナンスを行うとコストがかかることが多いわけですが、ドラムブレーキというのは通常はですね、ワイヤーの調整ぐらいで相当長期間性能を維持することができる、こういったモデルですからね、車検もありませんし、場合によっては長期間乗りっぱなしになってしまうということを考えると、そういったメンテナンス面からは私はメリットがあると思っています。このモデルはアクシス Z と同じようにヤマハの中でもベーシックなスクーターという位置づけなので、豪華な装備というのは一切ありません。右膝の前に小物入れがある程度で、あとはですね、給油しやすい高い位置にある給油口や、そしてシャッター付きのキーシリンダー、コンビニフックなどがある程度で、装備品としてですね、特にコメントするようなものはありません。ただ一通り必要なものはこのフロント周りに備わっていると私は思います。今日もですね、私はシートバッグを装着していません。通常はシートバッグの中に撮影機材を満載しているのですが、このシート下にすっぽり収めることができました。アクシス Z と比べるとこのシート下のラゲッジスペースの容量というのはかなり少ないはずなのですが、形状がいいのかこのモデルのシート下のラゲッジスペースには結構物が入るということはお伝えしておきたいと思います。ただ試したところでは残念ながらヘルメットは収納することができませんでした。これもアクシス Z と同じだと思いますが、日本では一般的に使われている深さのあるやや高さのあるヘルメットはおそらくこのシート下に収納するのは多くのケースにおいて難しいのではないかと思います。
私はこのモデルの最も良いところは軽量コンパクトでスポーティーな乗り味であると思います。その具体的な部分についてはこれまでコメントしてきた通りですが、そのコンパクトさについて良い部分を言うと、私も経験があるのですが、例えば通勤通学などで最寄りの駅の駐輪場などに置くという場合、実はこの車体のコンパクトさというのが結構効いてくるんですよね。アクシス Z などと比較するとホイールベースで7センチぐらい違うわけですから、通常狭いことが多いそういった駐輪場の中での取り回しなどというのは、おそらくこのモデルの方が手軽にできるのではないかと思います。また車両の重量も5キロほどではありますが違いますし、例えば女性や小柄なライダーにとってはこういった軽量コンパクトなモデルというのはかなりメリットが感じられるのではないかと思います。一方このモデルの少し気になったところですが、まずはこのライディングポジションがコンパクトなので、多分長距離長時間のライディングはかなり厳しいのではないかという印象です。シートもそうですし足元もそう、ライダーの居所というのはほぼ1箇所に決まってしまうという感じなので、これでですね、例えば100キロを超えるようなツーリングとかはなかなか難しいと、やってできないことはないと思いますが結構辛いのではないかなと思います。またこれはアクシス Z とも同様ですが、このシート下にヘルメットが日本でも一般的なかぶり深さのある高さのややあるヘルメットも収納できればより使い勝手は良かったのではないかと思います。特にこのモデルは前後ドラムブレーキをせっかく採用しているのですから、私は昔ながらのブレーキレバーの根元付近、ピボット付近に切りかきがあって、そこにストッパーをかませるというようなシンプルな仕組みでもいいので、パーキングブレーキとしての機能が盛り込まれていればなお使い勝手、日常の安全性も高かったのではないかと思います。またこれは今日かなり距離を乗り込んで思ったことなのですが、私はブレーキシステムに関して言うと、この JOG125 とアクシス Z は逆の方が良かったのではないかと思います。私が乗った印象としてはアクシス Z はどちらかというとより実用性重視、そういう点ではその先ほどコメントしたドラムブレーキならではのメンテナンスフリー性、当然調整はしなきゃなりませんけれども、そういった長期間乗りっぱなしにしてしまったとしても機能を維持しやすいという点では、私はアクシス Z はフロントがドラムブレーキであったとしても全く問題ないと思っています。一方この JOG125 の場合はアクシス Z と比べるとスポーティーでシャープな乗り味を好むライダーが多いと思うので、特にブレーキをかけていくとき、レバーをリリースしていくときのフィーリングにメリットがあるフロントディスクブレーキを採用するのであれば、私としてはこのモデルの方であったのではないかと思います。私がどちらを買うかと言われれば間違いなくアクシス Z と答えると思いますが、全く同じエンジンを搭載しながらこれだけ明確なコントラストがつけられているヤマハスクーターのこの2台、なかなか魅力的なラインナップだと感じました。ということで今日はヤマハの 125cc クラスのスクーター JOG125 に試乗しました。それでは。